はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。いやー、皆さん、最近お元気でしたか？僕はいつでも元気です。いや、この挨拶、いつもしてるんだけど、みんな飽きてない？大丈夫？なんか、特に他のことを言うことも思いつかないからこの挨拶をしてるんだけど、飽きてきたら言ってください。僕も、いろいろね、工夫して、別の挨拶をしようというふうに心がけるんで、もし、挨拶を変えてほしいよっていう方がいたら、ぜひね、コメント欄に書いていただけると、嬉しいです。はい。そしたらね、僕もいろいろ工夫して、このポッドキャストを改善していきますので、よろしくお願いします。はい。最近日本は暑いですね。あのーこればっか言ってますね、最近。でね、だけど、そんな、暑い日本の夏での、過ごし方で僕は一つ気づいたことがあるんですよ。僕は夏に気づいたことが一つあります。エアコンって冷房機能と暖房機能があるじゃないですか。もう一つ機能があるんですね。で、僕、その機能を使ったことなかったんですよ、今まで。で、その機能を使い始めたらびっくりしました。今までの悩みが飛んでいきました、どこかに。エアコンって冷房と暖房の他に除湿っていう機能があるんですね。知っていましたか皆さん？あのー僕知らなかったんですよ。で、除湿っていう機能について、インターネットで調べたんですけど、部屋の湿度を下げつつ、部屋の中の温度を下げることができるっぽいんですよ。で、僕なんでエアコンに除湿機能があることに気づいたかっていうと、ある日エアコンのリモコンを見てて気づいたんですよ。冷房って書いてあるボタンと暖房って書いてあるボタンの間に除湿っていう書いてあるボタンがあったんですよ。ちょっとこのボタン押してみようかなと思って押したんですよね。で、その日は結構雨がたくさん降ってた日だったんだよね。だから、部屋の中が結構ムシムシしてて、湿度が高い状況だったんだよ。で、前のポッドキャストでも言ったけど、日本の夏って、湿度が高いから、その分、部屋で乾かしてる洗濯物が乾きにくいんだよね。うん。ただ、そのエアコンの除湿機能を使うと、あっという間に洗濯物が乾いたんだよ。この機能を作った人、天才だなって思いましたね。うん。いや、本気で思いましたよ。ただね、ただ除湿っていう機能は多分、結構常識的な機能だと思うんだよね。僕がただ単に常識のない人間なんで、除湿っていう機能を使ったことがなかっただけで、多分普通の人だったら、あの、除湿機能を使ったことがあると思うんですよ。うん。ただね、僕は初めて除湿機能を使って感動しました。あの、冷房機能を使っても部屋が涼しくなるだけで、湿度は落ちないんですよ。ただ、除湿機能を使えば、部屋の中の温度が下がる上に、湿度も下がるんですよね。もしかして、僕当たり前のことを話してます？うん。でもね、それが僕にとって
本当に、びっくりした出来事でしたね。いや、エアコンってこんなに有能な電化製品なんだって、改めて思いました。でもね、僕の家についてるエアコンは本当にシンプルでなエアコンなんだよね。別に多機能なエアコンだとも思わないんだよ。だからね、世の中には、高級なエアコンっていうのもあると思うんだよね。そういう、そういうエアコンって、他にどんな機能がついてるんだろうね。うん。なんかね、エアコンについて、いろいろ考えてみた。そんな最近の僕でした。はい。最近あまり YouTube に動画を上げてなかったんですけども、僕はそんなエアコンのことなどについて考えながら、毎日を過ごしてたね。うん。昔の日本って、エアコンをつけてなくても過ごせた日が多かったんだよね。たとえその季節が夏であったとしても、エアコンをつけなくても過ごせる日っていうのが昔はありました。ただ最近は一日中エアコンをつけてないと生きれないね。うん。あの、単純にエアコンをつけないことが、死亡するリスクに直結するんだよ。うん。暑すぎて。だから、エアコンがない生活っていうのが考えられなくなってしまったよね。だから、夏って、電気代がすごい高くなるんだよ。うん。なぜかっていうと、エアコンを使ってるから。で、僕って結構、ケチな性格なんだよね。あの、そう、友達と一緒に遊ぶときとか、家族と一緒に過ごすときとかは、お金をたくさん使うことを心がけてるんだけど、一人でいるときってあまりお金を使わないんだよ。うん。で、あまりお金を使いたくないなって思ってるんだけど、電気代に関しては全く考えてないね。うん。いくら電気代が高くなってもいいし、電気代にいくらでもお金を払っていいから、どうしても部屋の涼しさを維持したいよね。うん。で、本当は良くないんだけど、最近は、もう電気代が何円だったのかさえ、見てないね。うん、本当はいけないと思うんだけどね。やっぱり、自分の財務状況っていうのを、常に、把握していくことが、やっぱり、生きる上では重要だと思うんだけど、まあ、夏の電気代に関しては、いくらでも払ってもいいなと思ってるね、正直。うん。やっぱり、生きることが一番重要だけちょっと待って。今ちょっと噛んでしまって、え言葉がうまく言えなかったんだけど、やっぱりお金よりやっぱり命が優先しなきゃいけないことだから、やっぱり命を守るためにも、エアコンはたくさん使いたいなと思ってるし、え電気代はね、いくらでも払ってもいいなって思ってる。うん。だからね、除湿機能を見つけたことによって、前のポッドキャストで言ってた、僕の悩みっていうのがなくなったね、完全に。うん。前僕が話した、悩みは、洗濯物がなかなか乾かないっていうことだったんだけど、洗濯物を乾くようになりました。うん。エアコンの除湿機能のおかげで、洗濯物が早く乾くようになりました。だからね、えー、そうだね。湿度に関しての悩みは今一旦はなくなったかな。でもね、部屋は湿度低いんだけど、部屋の外はね、まだ湿度が高くて蒸し暑いから、そうだね。その問題を解決しようと思ったら、
この地球温暖化の問題を根本的に解決しなきゃいけなくなるよね。でもね、今僕の家って、部屋を涼しくする、道具がエアコンしかないんだよね。で、みんなさ、扇風機とか持ってる？家に扇風機ある？僕の家にはね、扇風機がないんだよね。うん。で、扇風機本当はあった方がいいと思うんだけど、掃除するのがめんどくさいなと思って、買えないんだよね。扇風機ってさ、だいたい床に置いて使うと思うんだけど、使ってるとさ、扇風機にホコリが積み重なってくじゃん。で、あれを掃除するのがめんどくさいなって思っちゃうんだよね。だからね、もう僕の家には扇風機がない。で、うちわもないから、うん。家の中で、風を発生させるものといったらエアコンしかないね。うん。ただね、効果的に、エアコンの涼しい風を部屋中に循環させようと思ったら、本当は扇風機が必要だと思うんだけど、扇風機は持ってないですね。で、これからも扇風機を買う予定はないね。うん。で、最近さ、オフィスとかに行くと、そう、持ち運び用の扇風機を持ってる人が多いじゃん。で、よくある扇風機は、パソコンと接続して、えー使う扇風機があるよね。小さめの。で、ああいう扇風機を使ってる人が多いんだけど、僕はね、そういう小さな扇風機すら持ってないんだよね。うん。やっぱり、あの扇風機を持ち運ぶとさ、かさばるじゃん。で、持ち運びするときに、バッグの中の大きなスペースを取ることになるから、そういう扇風機もできるだけ使いたくないんだよね。でもね、最近日本だと、そういうね、パソコンに接続して使うような、扇風機をね、使ってる人が本当に多い。逆に、使ってない人の方が少ないかもしれない。うん。だけどね、僕は、そういうものをね、持ち運びするのがめんどくさいなって思っちゃうから、うん。そういう扇風機も持ってないね。はい。今、皆さん、気づいたと思います。はい。僕のポッドキャストを今まで、聞いてきた方々は、もうすでに気づいてると思うんですけど、僕って本当にめんどくさがり屋なんですよ。うん。いや、本当にね、僕って、めんどくさがり屋なんだよね。扇風機を掃除するのがめんどくさいし、扇風機を持ち運ぶのがめんどくさいから、扇風機を買ってない。うん。僕の中の考えだと、メリットよりもデメリットの方が上回っちゃうんだよね。あのね、もちろん、涼しい環境を整えられる、に越したことはないんだけど、やっぱりね、デメリットが大きいと、扇風機の導入というものを渋ってしまうよね。うん。でもね、今年始めた、夏の対策はね、いろいろあるね。今年から本格的に、日焼け止めを塗るようになった。うん。今まで、
日焼け止め塗ってこなかったんだけど、今年になってね、ちゃんと日焼け止めを塗るようになったね。日焼けすると、日焼けしすぎると、皮膚がんになってしまう、確率も高まるし、やっぱり日光って、浴びると気持ちいいんだけど、肌に悪影響もね、たくさん与えることになるから、最近は日焼け止めを塗ってます。他に僕がしてる暑さ対策って何かあるかな？昔はね、夏になると、アイスをたくさん食べてたんだけど、最近は食べなくなったな。僕がね、お母さんとかお父さんと一緒に住んでいた頃は、冷蔵庫の中の冷凍スペースに、いつも夏になるとアイスが入ってたんだよ。うん。だけど、一人暮らしになってからは食べないね。あの冷蔵庫にアイスが入っていれば食べるんだけど、自らアイスを買いに行くということがないね。だからね、アイスはしばらく食べてない。でもたまにレストランでアイスを食べたりはするんだけど、家でアイスを食べることはなくなっちゃったな。うん。なんか今さ、アイスの話をしてると、アイス食べたくなってきたな。うん。アイス後で買おうかな。日本のコンビニにはね、いつも美味しいアイスが売ってるので、うん。後で買いに行こうかなと思います。はい。日本のコンビニにはね、たくさんの美味しいお菓子とか、美味しいアイスが売ってるから、ぜひ日本に来たときは、必ず日本のコンビニに行ってみてください。はい。僕が知ってる暑さ対策といったら、今挙げた3つぐらいかな。それ以外のことはあまりしてないね。僕は日傘もささないし、うん。日焼け止めは塗るんだけどね。で、最近ね、僕がやったことといえば、投票に行ってきました。はい。皆さん、投票したことありますか？7月の後半に、日本ではね、大きい選挙があるんだよね。日本の国会議員を決める選挙が、7月の後半にあります。で、日本の国会って、日本の国会には、2つの種類の、国会議員がいます。で、1つ目の種類が、衆議院議員。うん、で、もう1つの種類が、参議院議員というものです。で、今月の下旬に行われる大きい選挙が、参議院の選挙なんだよね。で、日本が、えー何個かのブロックに分けられて、そのブロックごとに、当選者を決めるっていう、そういう選挙なんだよ。で、まだね、選挙日になってないんだけど、期日前投票っていうものがあって、僕はそれを活用して、投票をしてきたんだよ。で、期日前投票って何かっていうと、選挙当日に、予定があったり用事があったりして、投票できない人が、その投票日よりも前に投票ができるっていう、そういう制度なんだよね。で、僕はその、期日前制度を活用して、投票してきました。はい。で、皆さんは、
投票権を持ってますかね。で、日本だと、大人になると、選挙で投票することができます。で、僕はね、もう大人になってるので、今まで何回か、投票をしに行ったことがあるんだよね。で、日本で行われる選挙って、国会議員の選挙だけじゃないんだよ。その自分が住んでる地方の議会の議員を選ぶ選挙だったりとか、あとは、東京都に住んでるとしたら、えー都知事、東京都知事を決める、選挙で投票することができるんだよね。で、今まで僕はね、何回か選挙で投票したことがあります。ただ、日本の選挙って、比較的他の国に比べて、投票率が低いんだよ。で、この投票率の低さを問題視する声っていうのがね、日本国内では、ね、多く上がってるんだよね。で、今ね、僕が見てるデータには、世界の、投票率が書いてあるんだけど、今僕が見てる資料だと、日本は投票率がだいたい 53% で、世界139位らしい。ね、これってね、結構低い方だよね。やっぱり139位って低いよね。で、世界って確か200カ国とか200の国と地域があるから、139位ってことは、結構投票率が低い方だと思う。で、他の国を見てみるとね、ベトナムの投票率が 99.26%。これちょっと高いね、だいぶ。うん。で、ラオスが 97% で、シンガポールが 95% で、オーストラリアが 91% なんだ。そう。だからね、他の国々と比べて日本の投票率って低いんだよ。だから、それをね、問題視する声が多いんだけど、特に世代別で見てみると、若い年代の投票率が低いらしいんだよね。うん。で、逆に、お年寄りの世代、年齢が高いと投票率が高まる傾向にあるらしい。うん。あるらしい。そういう傾向にあるらしいんだよね。で、日本はね、前のポッドキャストでも話したんだけど、日本には結構大きな問題があって、それが少子高齢化なんですよ。で、子供の人口が少なくて、お年寄りの人口が多い。その状況であるにもかかわらず、高齢者の投票率が高いと、何が起こるか皆さんわかりますかね？そう。選挙で、投じられる、票の中で、お年寄りが投じた票っていうのが多くなるよね。だからやっぱり、その選挙でお年寄りの声が、なんていうのうん。お年寄り世代の、とか、年齢が高い世代の意見が反映されやすい選挙になるんだよね。うん。で、この状況はさすがにやばいんじゃないかっていう、そういう意見が多いんだけど、未だにね、若者の、投票率っていうのは低いんですよ。はい。で、僕はね、今まで投票権を得てから、いほとんどの選挙に行ってきたね。うん。ただね、何回か僕も、投票しなかったことある。うん。で、日本国内だとね、投票しないやつは悪いみたいな風潮があるから
うん。僕、投票しませんでしたって大々的に言うことってあまりね、良くないことだと思うんだけど、人によっては、投票しない人をね、非難する人もいるから、投票しませんでしたっていうことをね、あまり大々的に言うべきではないと思うんだけど、僕はね、これまで何回か投票しなかったことがあるね。えーまでもね、投票しなかった理由があるんだよ。えっとね、まあ、ひいまずね、投票しなかった時何回かあるんだけど、海外に住んでた時はね、投票しなかった。うん。日本の選挙の投票はしなかったね。で、海外に住んでても、なんかね、手続きをすればね、日本の、選挙で投票することはできるらしいんだよ。うん。海外で投票することができるらしい。うん。ただね、その手続きをするのがちょっと億劫になってしまって、投票しませんでした。はい。ごめんなさい。うん。でね、もう一回僕は選挙で投票しなかったことがあるんだけど、なんだっけな。確か国会議員の選挙じゃなくて、都議会議員の選挙だったような気がするんだよね。うん。でね、その時は、本当に一人も投票したいと思える人がいなかったんだよ。うん。本当に一人も投票したいと思える人がいなくて、僕はその時投票しませんでしたね。うん。だから、何回だろう、2、3回は今まで投票しなかったことがある。うん。で、若者が日本では投票しないっていうことがすごい、問題視されてるんだけど、僕は個人的には、それでしょうがないかなって思うね。投票しないっていう選択肢を取るっていうことは、今の状況に、満足しているとも捉えられるじゃん。選挙に行く理由って、今の国の状況を変えたいって思ったりすることだと思うんだけど、そもそも投票にめんどくさいから行かないっていう人は、その状況から変わらなくてもいいって考えてることだと思うんだよね。だから僕はね、投票、しに行かないことが、決して悪いことだとは思わないね。もしもさ、ま日本が本当にやばい状況になってるとしたら、何が何でも選挙に行って投票したいと思うじゃん。うん。で、投票しないっていうことは、特に今の状況に不満がないっていうことの表れだと思うから、僕はね、それはそれでいいと思うんだよね。で、日本って今さ、いろいろな問題があるんだけど、でもやっぱり日本って本当に恵まれた国だし、幸せに暮らしている人も多いと思うから、今の生活に満足している人が多いんじゃないかなって思うね。うん。ただね、今の状況のままでもいいんだけど、より良くしていきたいっていうね、思うことも大事だから、僕はね、投票してもいいんじゃないかなって思います。ごめん、意見が二転三転してしまってはい、申し訳ないんだけど、僕はね、そう思いますね。でね、最近は、昔と比べて、選挙で、立候補する人が増えたね。うん。東京都知事選挙とか、一体何人の人が
立候補したんだろう。ちょっと調べてみるね。今、東京都知事選挙で立候補した人の一覧を見ています。これ何人だ？ほう。2024年だから、去年のことだね。去年の2024年に行われた、東京都知事の選挙は、過去最高の56人が立候補したらしいです。すごいね。うん。だってさ、東京都知事って、この世界に一人しかいないんだよ。で、そのたった一つの枠のために56人が戦ったっていうことなんだね。でね、えー皆さん調べてみればわかると思うんだけど、本当にいろんな人が、東京都知事選挙に立候補してるんだよね。でね、この東京都知事選挙に立候補するためにもお金がかかるんだよ。うん。で決して安くないお金を払わないと東京都知事選挙に立候補することができないんだよね。で、それが300万円。だから、アメリカの、ドルに直すといくらになるんだ？ちょっと待って。うん。3万ドルだね。3万ドルじゃないか。2万ドルぐらいか。そうだね。だから東京都知事選挙に立候補しようと思ったら2万ドル払わなきゃいけない。で、その300万円を払った人が、56人いたんだね。だからね、お金を払ってでも立候補したいって思う人が、それだけたくさんいたってことなんだけど、ねえねえ、東京都知事選挙の、立候補者の、ポスターとかを見てみればわかると思うんだけど、なんかね、本当に面白い人がたくさんいるんだよね。うん。皆さん本当に真剣に選挙に立候補してると思うんだけど、あのね、僕から見ると、ふざけてるのかなって、そういうふうに思ってしまう人が、何人かいるんだよね。例えば、選挙のポスターに、甲冑姿で写っている人がいたりだとか、あとはね、そもそも人間の写真がポスターに写ってなくて、ロボットみたいな、姿の、イラストだけがポスターに写ってる、そんな立候補者もいるんだよね。うん。だけどね、本当に、いろいろな方が、立候補していて、面白いのが、東京都知事選挙ですね。はい。でね、最近、日本で、選挙の焦点になってるのが、税金だよね。日本ってね、結構長い間、平均所得が上がってないんすよ。うん。この現実を知っている方、僕のポッドキャストを、聞いているような、日本語学習者の方々なら、ご存知かもしれないんですけど、日本の経済って、長い間成長してないんだよね。あのね、成長はしてるんだけど、そのスピードがね、結構遅い。うん。で、日本の経済が長い間成長してないと同時に、給料も上がってないですよ。ただ、いろんなことに税金がかかるじゃん。さっき話したみたいにさ、少子高齢化で、お年寄り世代の、人口の割合が増えてくると、医療費がたくさんかかるし、
あとはね、その働かない世代に対してのお金もたくさんかかるよね。で、あとは最近はね、日本は、防衛力を強化しようっていう、そういう流れになってきてるから、その防衛費もたくさんかかってくるんだよ。でね、とにかく、税金が必要らしいんだよね。僕はね、あまり詳しく知らないんだけど、政府によると、税金がたくさん必要らしい。でね、税収も年々過去最高を更新してるらしいんだよ。うん。だからね、税金が高すぎるから税金を下げるべきだって言ってる立候補者の方々が、多くて、やっぱりね、その税金を下げるかどうかっていう、ことが、選挙の焦点になってるっぽいな。で、このチャンネルは、日本語学習チャンネルなので、一応ね。僕の、政治的な思想を、話すつもりはないんだけど、なんかね、そういう、なんて言うんだろうな。内向きの話ばっかりでなんか悲しいなって僕は思ってるな。なんかさ、その、税金を誰に払うとか、税金をどのくらい国民から徴収するとかっていう話も、すごい大事だと思う。本当に、大事な話だと思うんだけど、なんかもっと、夢のある話がしたいよね。うん。なんかさ、その、税金って、増えるにしても減るにしても、絶対に必要なことだと思うから、それについて話すことは重要だと思うんだけど、なんだろうな。うん。日本から、有名な AI 企業を輩出するために頑張るとか、うん。日本からたくさんロケットを打ち上げられるように頑張りますとか、なんかそういう夢のある話が僕はもっと聞きたいかな。やっぱりね、僕はね、いつも新しいことを追い求めてしまう人間だからさ、なんかもっと夢のある話をしたいよね。あの、例えば、日本から海外に行く留学生を増やしますとかね。なんかもっとなんかその日本が成長できるような、そんな話が聞きたいなって思う。なんかね、日本人って現状に満足してる人がね、多いと思うんだよね。それだけ今の自分の状況が好きな人が多いと思う。で、それってすごいいいことだと思うんだけど、やっぱりそれより上を目指すことも大事だと思うんだよね。で、さっき投票率が低いっていうことも話したんだけど、さっき話したみたいに、投票率が低いってことは、別に何も変わらなくていいって思ってるってことじゃん。で、そんな、今の状態の日本っていうのを、大好きな人がね、多いんだと思う。だから、何が言いたいかっていうと、日本が大好きな日本人が多いんですよ。うん。このまま日本に住んでいればいいや、幸せだしって思ってる人がね、多いと思うんだよな。だからね、さっき投票率が低い話をしたんだけど、留学に行く日本人も少ないんだよね。うん。すごい少ない。あのやっぱりね、アジア人だと、韓国人とか中国人の方って結構ね、留学して世界で、いろんなことを学ぼうって考えてる人が多いと思う。だからね、留学先にいるアジア人って日本人とかよりも他のアジア人の方が多いと思うんだよね。うん。
だけどね、日本人は、そう、あんまりね、外に出なくてもいいやって思ってるから。これね、これは僕の個人的な意見なんだけど、だからね、あんまり留学する人がいないね。どっちがいいんだろうね。いや、でも人によるか。僕みたいにさ、なんだろう、海外にたくさん行きたいです。みたいに思ってる人は、海外に行けばいいし、日本で幸せに暮らせればそれで十分って思ってる人がいるとすれば、それでいいよね。みんなが幸せならそれでいいよね。うん。一人一人ね、考え方は違うからね。面白いよね。みんなはどうやっぱりさ、僕のポッドキャストを聞いてる人って、日本語を学んでる人が多いと思うんだよね。うん。で、皆さんが学んでる言語っていうのが、日本語だけなのかは僕はわからないんだけど、皆さ、日本に住みたいと思ってる？それとも、今自分が住んでる場所で幸せに暮らせればいいと思ってる？うん。どっちもいい点もあるし、悪い点もあるよね。やっぱりね、自分が生まれ育ったふるさとで、自分が慣れた場所で一生暮らしていくっていうのもいいと思うし、自分が行ったことないところに行ってみたいっていう、そういう考え方もいいと思うんだけど、わかった。僕がね、いろんなところに住んでみたいなって思う理由が分かった気がする。僕昔からたくさん引っ越しをしてたんだよ。家族の、仕事の都合で、引っ越しを今まで幼少期からたくさんしてきたんだよ。だから僕にはふるさとがないんだよね。うん。だから、ふるさとを持たないっていうことに対して、あまり抵抗がないんだ。うん。多分それが理由だと思う。うん。そうだね。だから、昔から同じ場所にずっと住んでて、自分のふるさとが大好きっていう人は、別の考えを持ってるんだろうな。で、僕も、生まれてからそういう生き方をしてたら、そういう考えになってたかもしれない。うん。だからやっぱり、幼少期の経験って大切だよね。うん。幼少期に自分の性格が形成されると言っても過言ではないよね。うん。ね、僕は、いつも田舎に旅行すると思うことがあるんだよね。僕はね、結構な頻度で、日本国内と田舎に行くことが多いんだよ。それこそ、田んぼだけが広がってるような、田舎に車で行くこともあるんだけど、僕はそのために考えるんだよね。もし僕が、この田舎で生まれて育ったら、どういう性格になってたんだろうって思うんだよね。でね、僕はね、今まで、いろんなところに引っ越してきたんだけど、結局ね、東京にいる時間が結構長いんだよね。東京ってさ、本当にいろんな人がいるし、これはね、人によって考え方違うと思うけど、世界でも最大の都市だよね、東京っていうのは。だから、東京にはもう何でもあるんだよ。エンターテインメント施設もたくさんあるし、ご飯もたくさんあるんだけど、だからね、基本的に生活をしてて不便なことがない。うん。その代わり、東京って、東京の範囲が広すぎて、
東京の中に住んでると、田舎に行くのにすごい時間がかかるんだよ。だから、東京の中にいると、自然というものと触れ合う機会っていうのが本当に少なくなる。だから、生まれてからずっと、田舎で暮らしてたら、本当に不便なことも、たくさんあると思うんだけど、そういうそのエンターテインメント施設とか少なかったりとか、逆に東京と比べて不便な分、自分の中で楽しみを見つけるのも、もっと上手になってたかもね。やっぱり、便利すぎるとさ、それが当たり前になっちゃって、それに対する楽しさっていうのを忘れたりするじゃん。だからね、その楽しいこととか、嬉しいことっていうのが、当たり前になりすぎるのってそんなに良くないのかもね。なんか僕が、留学してた時に、誰かの話を聞いて、知ったことがあったんだよ。で、これはね、まあ、まあ、合ってるか間違ってるかわかんないんだけど、人間って比較することによってしか幸せになれないらしいんだよね。これって面白いよね。だから、うん。まあ、そういう人間の性質があるからこそ、SNS が普及してると思うんだけど、やっぱり自分が、あの人と比べてお金持ちだから幸せに感じるとか、えー自分があの人と比べて高級なバッグを、より高級なバッグを持ってるから幸せに感じるとか。比較することって、これ以外にもたくさんあると思うんだけど、人間が幸せになるためには、格差がないといけないらしい。うん。これ面白いよね。そう、だから、格差とか、人々の差がないと、人間には幸せが生まれない。だから、やっぱり人間って、平等であるべきだし、公平な世の中になるべきだとは思うんだけど、みんなが、公平になる。みんなが完全に平等になってしまうと、世界から、幸せというものはなくなるのかもしれないね。いや、どうなんだろうね。あ幸せって何なのかっていうのは考えるのは本当に興味深いことなんだけど、なんか人間の幸せの作られ方って、人間の歴史の中で、どんどん変わってきてるらしいんだよ。で、昔はさ、昔って、本当に大昔ね。今から本当に大昔のことについて話すけど、昔は、えっと、狩りをして、肉をゲットしてそれを食べてとか、生えてる草を採取してそれを食べてとかして、人間って生活してたと思うんだけど、そっから、えっと、植物を栽培するようになって、人間って家畜を飼うようになったじゃん。で、それによって、一人一人が富を持つようになったじゃん。そうするとさ、自分はあいつよりもたくさんの富を持ってるっていう、そういう考え方が生まれたと思うんだよね。で、そこからやっぱり、領土とか、富の取り合いとかで、争いが生まれるようになって、
で、今もね、いろんな形での争いはあると思うんだけど、やっぱり自分が手に入れたものを、自分だけのものにするようになって、幸せだとか、不幸せだとかっていう、そういう考え方が生まれてきたと思うんだけど、今のそういう世の中だと、格差っていうものがなくなるのは、本当に難しいんだなって思うね。いや、なんかやばい。また今日もこういう真面目な話をしてしまった。うん。でもね、なんか僕って、幸せって何なんだろうっていう考える時間が多いんだよね。うん。みんなが考える幸せって何？うん。みんなさ、何してる時が一番幸せなの？僕はね、何してる時が一番幸せかな。こうやって僕のどうでもいい話をみんなに聞いてもらってる時が幸せかもしれない。うん。僕やっぱりね、喋るの大好きなんだよね。で、最近さ、VR チャットの、動画を出してるんだよね。で、その VR チャットで、いろんな人と日本語で会話して交流してるんだけど、なんか、その、録画した動画を僕が後で見返すことが多いんだけど、自分喋りすぎだなって思うことが多いんだよね。うん。なんかさ、相手の話を遮ってまで話してるなっていう感じることがあって、それはね、ちょっと慎まなきゃなって思うことが多々あるんだけど、それだけ僕ってお話しすることが好きなんですよ。でね、話すことが好きっていうのもやっぱりね、人間の欲望の中では結構大きめの欲望らしい。うん。で、人間って三大欲求があるよね。性欲と食欲と睡眠欲。この三大欲求ってさ、海外でも同じ？みんながさ、暮らしている国でも、この三大欲求がよく使われる？日本で、日本でよく言われる三大欲求は、性欲、食欲、睡眠欲です。うん。でね、僕はね、比較的その三つの欲求っていうのが少ない方だと思うんだよな。性欲、性欲はね、自分ではあると信じてるんだけど、いや、性欲ありますよ、もちろん。うん。あるんだけど、自分より性欲強いなって思う人いるし、食欲が全然ないね、僕は。ね、うん。なんかね、あんまりご飯食べません、僕は。でも、そうだね。お腹すくなって思う時はあるね。そういう時はご飯食べるんだけど、お菓子を食べることがあまりないね。朝ごはんと、昼ごはんと、夜ご飯以外のに、その3つの食事以外で食べるっていうことがあまりない。うん。だからあまり食欲はないかもしれない。で、睡眠欲、そうだ、僕、睡眠欲はあるな。うん。うん。逆に、あまり性欲はないかもしれない。睡眠欲僕たくさんあるんですよ。前、ポッドキャストで僕が不眠症っていう話をしたんですけど、やっぱりね、寝れないと辛い。やっぱりね、僕は1日8時間は寝たいな。うん。ただ、昼寝はしない。うん。だから昼寝をする人と比べたら、睡眠欲はないかもしれないんだけど、だからね、ま、うん。うん。睡眠欲は普通かな。普通なんだけど、睡眠はたくさん取りたいなって思ってる。じゃないとね、日々の日常生活に、支障をきたすからね。うん。まあとは何があるかな。
あとはね、日本でよく言われるのは、承認欲求だよね。例えば、SNS に、投稿して、そこにつくいいねの数を見て承認欲求が満たされるっていう人はいるよね。でもね、僕は別に承認欲求ないわけじゃないけどね。うん。結構ね、僕ね、褒められるの好き。うん。結構ね、褒められること好きなんだよね。逆に怒られることは嫌いなんだけど、僕が子供の頃はね、あの例えばね、テストで100点を取ったらね、それをね、お母さんに見せるのが、本当に楽しみでしたね。僕可愛いでしょ。うん、だからね、褒められるのが好き。で、自分に子供ができた場合も、褒めて伸ばしたいなって思ってる。うん、たくさん褒めたいなって思う。ただね、僕はね、怒られることは嫌いだね。うん。人にいろいろ言われることが嫌い。で、日本って、中学生とか高校生になると、部活動に参加するんだけど、で、僕はバスケットボール部に所属してたんだよ。で、やっぱりね、そういうスポーツをやってると、監督とか、コーチに怒られたりとかすることって多いんだよね。で、別にそれっておかしいことじゃなくて、普通のことなんだけど、僕はそれが嫌いだったね。うん。やっぱり人から怒られるのってやっぱり嫌だよね。でもね、そうやって人から怒られたりとか叱られたりすることって、後から考えると、自分の成長に、本当に必要なことだったなって思うんだよね。後になって考えてみると、あの出来事が自分を強くしたなって思うことは多いんだけど、もう一生誰かから怒られるっていうことはされたくないかな。でもね、やっぱりね、ミスをしてしまった時とかっていうのはやっぱりね、誰かから叱られたりとかすると思うんで、できるだけね、そういう過ちを起こさないように、自分がミスをしたりとか、過ちを起こさなければ、人から叱られることっていうのはないと思うから、そういうことをしないように、これからの人生はね、生きていこうと思う。うん。はい。皆さんにとっての幸せって何ですかね。でもね、褒められるのが好きっていうのはね、僕だけじゃないと思うんだよね。みんな、人から褒められるのは好きだと思う。うん。だからね、僕が褒めてあげますよ。皆さんのことを。皆さん、毎日日本語勉強頑張ってるね。すごいね。うん。まずね、あもうね、このポッドキャストだいぶ終わりの方に来てるんだけど、まず僕のこの日本語のポッドキャストを、この時間まで聞いてる時点で、皆様本当にすごいよ。うん。本当にすごい。うん。だからね、僕の動画を見てくれてる人は、本当にみんな褒められるべき存在だと思うから、これからも、一緒に、人生幸せに生きていくためにも、一緒に頑張っていこうね。僕も頑張るからさ。うん。そう。だからこういうふうに僕は、幸せって何なんだろうって考えることが多いんだけど、皆さんもね、自分にとっての幸せを考えて、その幸せに、向かうために毎日生きてってください。多分ね、日本語を勉強している皆さんにとって、日本語を話せるようになって、日本語を聞けるようになって、日本人の友達を作ったりとか、日本語のアニメを字幕なしで見れるようになることが
皆さんにとっての、幸せだと思いますので、その幸せに向かって、頑張っていっていただければなと、そういうふうに僕は思います。はい。はい。なんか今日は本当に真面目な話をしてしまったね。次回のポッドキャストは、もうちょっとおちゃらけた、もうちょっとふざけたお話をしようかなって思うね。うん。でもね、結局、いつもポッドキャストって、結局いつも僕のポッドキャストって、真面目な話になりがちなんだよね。なんでなんだろうね。うん。なんか、僕に話してほしいトピックとかあったらね、ぜひコメント欄に書いてください。僕もね、それについて話すように頑張ります。はい。では、本日は時間になってしまいましたので、ポッドキャストを終わりにしようと思います。皆さん、本日も僕のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストも聞きに来てください。それでは今日はこれで終わりにします。バイバイ。